エンペルト解説と無課金評価、ジャスパルと申します。今回は新たな鋼タイプの木の実得意ポケモンエンペルトの能力をより深掘りして解説考察していきたいと思います。ハガネールやライチュウとは強みが違うので、どういう部分が強いのか比較しながら探っていきます。あとなんかわけもわからずポッタイシもちょっと強いので、シアン EX に行っている間はポッタイシ、ゴールド EX や次の鋼島が来たらエンペルトみたいな使い分けも無課金には大事だったりするんじゃないかななんて思ってます。それでは参ります。ということで、この動画まあまあ長くなってしまいそうなので、まず最初にエンペルトとポッタイシの簡単な総評をお話ししておきます。エンペルトはゴールド級発電所の木の実得意ポケモンとしては理論値最強の一匹です。お手伝いサポートをうまく使えると最強なので、チーム単位で最強になれるのがエンペルト。食材力が高く、食材が活かせる時に強い代わりに、食材が活かせない時のいつの間に育成でもなぜか最強なのがライチュウ。そして単体で完結していて、木の実も食材も高水準なハガネール。ステータスはちょっと控えめジュペッタ。木の実得意ではないですが、こちらもチーム単位で理論値最強格のミミッキュみたいな感じになっています。無課金的におすすめなのはエンペルトとライチュウでしょうかね。しばらくの間飴の供給が多そうなエンペルトと、ゴールドに滞在しながら育成できるライチュウ、この2匹がゴールドの木の実ポケモンとしては個人的な2トップになりそうです。そしてポッタイシなんですが、お休みリボン2000時間になればまあギリオーダイルより強いと言えなくもないかなっていう感じで、水タイプゆえに一応シアン EX でも活躍できる可能性があるので、シアン EX でポッタイシを育て上げてエンペルトとしての活躍はまたいずれという器用な動きも無課金や水訓使いであれば評価できるかなってところですね。そんな感じで今年はなかなかポッチャマの年になるかもしれません。ざっくり総評はこんな感じ。そんな鋼木の実最強クラスのポテンシャルを持っているエンペルト、まずはステータスから確認していきます。全国図鑑ナンバー395皇帝ポケモンエンペルト、ポッチャマの最終進化系です。メガ進化はなし。進化前はペンギンポケモンなんですが、皇帝に上り詰めましたね。原作では水鋼タイプのエンペルト、ポケモンスリープでは鋼タイプでの登場です。エンペルトになると鋼タイプが追加されるポケモンで、ポッタイシまでは水タイプ。これによりポッチャマポッタイシがシアン EX や水訓チームでも活躍できる可能性があります。後ほど詳しく見ていきますが、2000時間リボンポッタイシならオーダイルとギリ張り合えるくらいの実力があるので、マジでシアン EX に行く間はポッタイシのままで編成するっていうのもなしじゃないかもしれません。まあシアン EX も水木の実確定ではないですし、トープ EX が来るまでに2000時間も寝ない可能性は感じるんですけどね。水タイプや鋼タイプにお困りなら選択肢には入るかなと。なお進化レベルは12と27、パートナーポケモンのスタンダードなやつ。鋼木の実のポケモンはハガネールに次いで2匹目。エンペルトはポッチャマをフレンドポイント5で厳選できる上に飴も集めやすそうなので育成面も優秀で、これからの鋼木の実のスタンダードというか、ピカチュウリセマラなしの方にとってはゴールド級発電所における最もスタンダードな木の実アタッカーになっていきそうな、そんなポケモンかと思います。ハガネールにはメガ進化がありますので、次に環境が動くならそこでしょうかね。まあライチュウにもジュペッタにもメガ進化があるので、ゴールドの今後はどうなるでしょうか。カヌちゃんとキャプテン帽子のピカチュウにも注目ですね。お手伝い時間は3200秒、ハガネールが3000秒なので、いつの間に育成の時はハガネールの方が強いです。食材は卵、ネギ、蜜、鳥っぽい卵やカモネギやクワッスなど鳥っぽいネギ、そして蜜はなんでなんでしょうかね。ネギはエナジー的にはちょっと損してるんですが、集めるのがなかなか大変な食材なので重宝しそうなんじゃないかと思います。メインスキルはお手伝いサポート S。 これがエンペルトの特徴を語る上で外せないスキルとなっています。発動すると自身を含めたチームのランダムなポケモン1匹を対象に規定の回数分のお手伝いを瞬時に完了させるスキルとなっています。ポッチャマから進化させたレベル3の状態ではお手伝い8回分を瞬時に完了させてくれます。なおこのお手伝いでスキルの抽選は行われません。3年前のアプリリリースの頃から2度も強化が入ったスキルで、実はリリース当時のレベル5の出力に相当しています。
このお手伝い8回分は爆速のライチュウに当たってもライチュウより1000秒遅いエンペルトに当たっても等しく8回分なので、対象のお手伝い時間が遅いほど強力になりやすいという特徴があります。自分自身もお手伝いスピード遅めなポケモンであり、木の実のエナジーも高くて非常に噛み合いがいいです。また多くの鋼タイプのポケモンとも相性がいいですね。さらに木の実の数 S とも相性がいいため、エンペルト自身もなるべく木の実 S を持っていたいですね。その他スキルのポケモンとはあまり相性が良くないので、編成に気を配れるとより上手に活かすことができます。将来的に強力な鋼統一とか組めるようになったらめちゃくちゃ活躍しそうですよね。カヌちゃんたちは鋼タイプで来るんでしょうか。まあそんな感じで、このお手伝いサポートがエンペルトを語る上で重要な要素になるので、エンペルトはお手サポをうまく使いたい、こちら覚えておきましょう。最大処理数は28個、木の実のポケモンとしては少なく感じるかもしれませんが、1000秒早いライチュウが31個なので実は結構多いです。なんとなく3年間のインフレを感じなくもないですね。各種確率はレノンクスポケスリ攻略ツールさんによると、食材確率が 16.8% で 15.4% のハガネールよりわずかに高め。ただし木の実のポケモンとしては十分低い部類で、この食材確率の低さがポッタイシとオーダイルの大きな差になります。スキル確率は 3.8%、 特に補正がなければ1日2回使えたら上々って感じで、木の実のポケモンとしては普通くらい。出現するフィールドは若草、シアン、ウノハナ、若草 EX、 そしておそらくシアン EX。 進化してタイプが変わりますが、睡眠タイプは水タイプも鋼タイプもどちらもぐっすりに属しています。現在鋼タイプの本拠地であるゴールドでは出現がなく、シアンぐっすりもウノハナぐっすりも激戦区なのがエンペルトを考える上でのちょっと難しいポイントと言えそうです。今後育成したい方はゴールドに行く前に探しておけるとベターでしょうね。と、ステータスについてはこんな感じ。原作同様タイプが優秀で能力も申し分なく、スキルもちょっと扱いが難しいですが、レベル3でも十分強く、レベルが上がるほど勝手に強くなっていってくれるのも優秀で、無課金初期税目線では正直文句のつけようがないステータスかと思っています。初心者にも大いにおすすめできるので、これからの鋼タイプを背負ってくれる一匹となるんじゃないかなと思いますね。そんなエンペルトのステータスでした。それではここからはエンペルトの能力、計算ツールでより詳しく見ていきましょう。ポッタイシについては動画の最後で触れていきます。まずエンペルトのサブスキルは何が強いのかをざっくり把握して、その後でハガネールや他のゴールドのポケモンたちと比較していきます。ってことでまずは強いサブスキル。まあ木の実得意なので見るまでもなく木の実の数 S が最強なんでしょうが、一応チェックしておきます。3匹のエンペルトにお集まりいただきました。左から木の実の数 S、 スキル確率アップ M、 お手伝いスピード M のエンペルトです。レベルは70、性格は無補正。わけもわからず真ん中のエンペルトはスキルレベル7にしてみました。元気の設定は現実的で1日に18回復 ×4 回。木の実はカビゴンの好物でフィールドボーナス 85%。 料理は卵が使えるリンゴ酸サラダレベル70を作る想定で、睡眠時間9時間3食付き、毎秒タップの設定です。ってことでエンペルトと相性のいいサブスキルは木の実の数 S です。知ってたこの計算結果はお手伝いサポートが全て自分を対象にした場合のお手伝い結果となっているので、木の実 S があればお手サポの木の実の量も増えて強いってことで、エンペルトは1にも2にも木の実 S を狙ってもらうのがいいかと思います。木の実 S があってお手伝いスピードもりもり、木の実系のポケモンはだいたいこれで OK です。ってことでエンペルトは木の実 S 狙っていきましょう。さあそれではここからはエンペルトと他のポケモンたちを比較して強みや弱みを探っていきましょう。ゴールドで活躍できる木の実のポケモンたち、エンペルト、ハガネール、ライチュウ、ジュペッタ、ミミッキュにお集まりいただきました。全員レベル70、木の実の数 S のみ持たせてあります。性格無補正、食材 AAA、 ひとまず料理は考慮していません。それ以外は先ほどまでと同じです。ってことで見ていくんですが、なんと総エナジーが最も高いのはエンペルトなんですよね。鋼ネールに 10% 以上も差をつけているので、文句なく鋼木の実最強のポケモンでしょう。エンペルト最強と言ってしまうとあまりにも計算ツールマジックすぎますね。
これはお手伝いサポートが全てエンペルト自身に当たっている場合の数値となるので、多くの場合実態とは異なるはずです。レベル70の木の実 S 持ち鋼木の実得意に全部当たったらそりゃ強いってことで、一旦理論値最強ってことで次に参ります。木の実の能力比べてみましょう。最強なのはハガネールで、エンペルトはライチュウについて3番手です。木の実の能力はそれなり。続いて食材の能力、ここもライチュウ、ジュペッタに次いで3番手なんですが、ライチュウたちの食材力は頭1つ2つ抜けているので、エンペルトの食材の能力は高いってほどでもなさそうですね。この食材の能力は料理の補正をかけた時に進化を発揮するので、特にライチュウは食材が噛み合った時に強いポケモンと言えなくもないですね。エンペルトもハガネールもスキルが食材集めにも関係しているので、実際の食材力はハガネールがちょっと強めで、他はみんなそんなに変わらなかったりはします。で、そんなスキルの能力なんですが、ここの部分で差がついているのでエンペルトが最強に見えていました。エンペルトのお手サポが全て自分に当たった場合、かつこの計算結果毎秒タップの計算結果なので、実際はスキル期待値ももう少し落ちるはずということを考慮すると、必ずしも最強ってわけじゃないんですよね。なおミミッキュがスキルレベル6の時、さすがに他のポケモンたちより強くなります。それにこれはエンペルトのお手サポと逆の状況なんですが、ミミッキュの化けの皮は全て自分の木の実を拾ってくる結果になっているんですが、ゴーストタイプの木の実はエナジー低め、かつ化けの皮は木の実バーストの中では周りのポケモンの木の実が多いタイプなので、こちらはむしろ実際の方が強いということもあるかと思います。そんな感じなんですが、さすがにスキルはエンペルとハガネールとスキルが本職のミミッキュが強いって感じになってますね。それでは最後にいつの間に育成の時の能力もチェックしておきましょう。ここではライチュウが最強です。ハガネールもエンペルトより足が速く食材確率も低いので、当然というべきかエンペルトより強いですね。といった感じで各ポケモンたちの能力、なんとなくお分かりいただけたでしょうか。これをすっごいざっくりまとめると、理論値最強でお手サポをうまく活かせるとより強いエンペルト。スキルによって実は最も食材の能力が高く木の実の能力も高いバランス派ハガネール。食材力が高い代わりに食材が噛み合わないいつの間に育成もなぜか強いバケモンライチュウ。ステータス的には他の木の実のポケモンにはちょっと劣るジュペッタ。メインスキルの種があれば最強になりうるミミッキュみたいな感じになります。集まるところみんな強いですエンペルトとハガネール、どっちがハガネ木の実最強かについては宗派とかによるんじゃないかなと思います。チーム単位で比べてみても計算ツールの限界というか、両者のエナジーはほとんど変わりませんでした。エンペルトはスキルのポケモンを少なくできればもっとお手サポを活かせますが、彼らが木の実 S を持っていたらもっと強くなりますし、ヒーラーが木の実一致ではない場合ではこれよりも弱くなったり、ややこしすぎますね。ハガネールは食材ゲットの食材が今週活躍しなくとも来週活躍するとしてエナジー換算すればこれよりも高い評価をすることもできるので、単純な使いやすさと強さという意味ではふんわりハガネールの方が強いくらいに思っててもいいんじゃないかなって感じなんですが、エンペルトは理論値最強ではあるので、ガチ課金勢の方とかでもエンペルト派とハガネール派両方いてもおかしくなさそうに思いますが、実際はどうなんでしょうか。皆さんはどちらが最強だと思いますか。ぜひコメントでお聞かせください。てなわけでエンペルトとっても強いことは間違いないってことで、能力をなんとなく理解した上で最終的な評価に移っていくんですが、ゴールド木の実系のポケモンではエンペルトが最も評価が高いと言っても過言ではないかと思います。特に始めてから日の浅いリサーチャーではピチュウも厳選できるフィールドが減ってしまったので、チュートリアルのネロリ博士から頂戴するピカチュウを厳選した方であればそのままライチュウを育成するのがおすすめですが、そうでない場合シアンウノハナでなんとかポッチャマをゲットできているといいんじゃないかなと思います。シアンはゼニガメなんかもゲットしたい筆頭候補かと思うので、そのあたりも悩ましいですよね。ウノハナで積極的に探すのがおすすめかもしれません。ただゴールドに上陸してからポッチャマの飴を集められないのは大きな弱点で、
ライチュウにはライコウという電気統一パの存在があるので、ライチュウの評価が落ちることもないだろうなっていう印象です。初期勢であれば飴の数はさすがにピカチュウや影坊主が有利かと思いますが、シアン EX でおそらくポッチャマ厳選や飴集め、場合によってはポッタ石を編成しながら来たる次の鋼島に備えることもできるんじゃないかと思うので、そのあたりも評価したいですね。水タイプや鋼タイプの木の実得意を探している方は積極的に狙ってみると良さそうな気がします。あとはカヌちゃんやキャプテン帽子のピカチュウがどうなるかですね。ってことで、無課金的な評価めちゃくちゃ高いです。どんな進行度の方でも最優先にするほどかどうかはかなり諸説あるかと思うんですが、無視するには惜しい性能なので、ぜひどこかのタイミングではゲットしてみてください。私もシアン EX で探したいと思います。ってことで、ここまでがエンペルトの無課金評価なんですが、最後にポッタ石がなんかちょっと強いってことで見ていきたいと思います。ということで、ポッタ石たちにお集まりいただきました。全員木の実の数 S を持っていて、食材も活かせる想定です。それ以外はこれまで同様。左から2000時間リボンポッチャマ、ただのポッタ石、500時間ポッタ石、2000時間ポッタ石、オーダイルとなっています。まず総エナジーが最も高いのはなんと2000時間ポッタ石なんですよね。ただしお手伝いサポート以下略ってことで、まあギリ大台くらい強いと言っても嘘ではないかもしれないくらいの能力がありますまあもちろん2000時間リボンがつくまでは大台圧勝ですし、いつの間に育成状態では大台の圧勝なので、基本的には大台の方が強いです。これは断言してしまいましょうか。がポッタ石は例えばシアン EX で育成して最終的にゴールド EX では進化させてはちゃめちゃに活躍してもらったり、卯の花 EX でも飴を集めて育成できるかもしれなかったり、これまたオーダイルにはない魅力もあるので、なんかちょっと強そうなんですよね。そして水訓使いの方であれば最も魅力的なのがポッタ石の食材確率 16.3%。 一方オーダイルの食材確率は 25.7% ってことで、水訓チームでお手伝いブーストダメをする際に木の実を集めるのはポッタ石の方が上手なんですよね。まあポッチャマは食材確率 15.9% らしいのでポッタ石よりも低いんですが、お手ダメ以外の時にもそれなりに強いポッタ石、人によっては採用の余地ありかと思うので、ぜひ検討してみてください。すでにウェルカモを育成している私パルはポッタ石も育成してみようかと思っております。まあオーダイルがいないからなんですけどね。あとウェルカモも実はまだ500時間リボンすらたどり着いていないので、まあ本当に噛み合ったら検討してみてねくらいかと思います。私もポッチャマは探しますが、それより普通にワニの子を探しますそれくらいの温度感ですが、活躍させることもできるってことで頭の片隅に置いておいてください。シアン EX も水木の実確定でもないので、お手ぶだめするタイミングが今後どれだけあるかも謎ですしね。てなわけで、鋼木の実として理論値最強のポテンシャルがあるエンペルトと、水タイプとして活かすこともできるかもしれないポッタ石でした。ぜひ皆さんのエンペルトたちの評価や、エンペルトとハガネールどっちが強いと思うかもコメントで教えてください。そんなエンペルト解説と無課金評価でした。最後はドダイトス、強さしっかりと理解しておこうと思います。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画の拡散につながりまして、動画制作の強い支援となります。いつも本当にたくさんの応援ありがとうございます。それではカヌちゃんたちが鋼タイプで来るのかどうかも注目しながら待ちたいと思います。シアン EX にポッチャマの姿はあるんでしょうか。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。